皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1129日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1860名、戦車17両、装甲戦闘車61両、砲122門、多連装ロケット1両、防空システム1機、ドローン144機、その他車両210両、となっています。戦線全体では、224回の地上戦の報告があり、ロシア軍は、ますます作戦のペースを上げています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。韓国合同参謀本部は、北朝鮮軍がウクライナ軍との戦闘で被った損失を補填するため、1月と2月に3000人の兵士をロシアに送ったと発表しました。記事によると、北朝鮮軍は4000人の損失が発生し、その3分の2が死亡したと伝えていることから、その損失に見合う兵士を送ったことになります。2番目。ウクライナ軍参謀本部は、3月20日のロシアのエンゲルスに軍用飛行場への攻撃で、巡航ミサイル96発が破壊されたと発表しました。これらのミサイルは、今月と来月、ウクライナに向けて発射される予定のミサイルだったとしています。3番目。ロシアは悲惨な経済統計を発表し、経済の軍事バブルが崩壊し、民間部門は不況に陥ったことが確認されました。ロシアの2月の工業成長率は国家全体で前年比わずか 0.2% となり、1月の11分の1、昨年第4四半期の29分の1となったことが判明しました。ロシアでは軍事産業の生産が増加傾向にありますが、全体で成長が止まったということは、民間部門は縮小傾向にあることを意味します。実際、衣料品、履物は前年比 1.8% 減少、食料生産は 3% 減少、飲料は 11% 減少、工業生産は 4.9% 減少しました。アルファ銀行の経済アナリストのオルロワ氏は、ロシア経済は先月から景気後退に陥り、GDP は縮小したと考えられると分析しました。言い方を変えれば、ロシアは軍事生産の増加をもってしても、民間部門の衰退を補うことができない状態で、ロシア政府に近いマクロ経済分析短期予測センターでも、今年上半期に大量倒産となる可能性があると指摘しています。このような情勢を受けて、ロシア中央銀行のアクサコフ副総裁は、4月25日の会合で、政策金利を現在の 21% から引き下げる可能性があると述べ、インフレを犠牲にして経済成長を促す方向に舵を切ることを示唆しました。4番目。ロシア政府とチェチェンの対立が月を追うごとに明らかになってきました。ロシアの政治アナリストのネスミヤン氏は、チェチェンで権力の空白が生じつつあり、内戦の可能性が月ごとに高まっていると警告しました。それによると、現在の指導者カディロフは退任を考えていて、現在、家族と資産を中東に移すために秘密交渉を行っています。それをロシア連邦保安局 FSB が察知し、プーチン大統領に報告したところ、両者の緊張関係が一気に表面化したとのことです。カディロフには健康状態の悪化が囁かれ、公の場に姿を見せることはますます少なくなり、話し方も弱々しくなっています。
チェチェンからカディロフがいなくなった場合、ロシア政府の影響力が大きく低下し、チェチェンを支配するために軍を送る必要に迫られるものの、ロシア政府は、現在、ウクライナ戦争で国力を失いつつあります。そのため、チェチェンは民族自決のために立ち上がり、放棄して、第3次チェチェン紛争が待ったなしとなるストーリーが現実化することになります。それでは、各地域の戦況です。説明にあたり、注意点は概要欄に書いてありますので、一度ご覧ください。北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド。そして、ハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は、曇り。最高気温13度、最低気温5度。今日の天気予報も晴れとなっています。この方面で、ロシア軍は19回の攻撃、25回の空爆を行いました。韓国の連合ニュースでは、北朝鮮軍が3000人の追加兵士以外にも、相当な量の短距離弾道ミサイル、砲弾、220門の国産 170mm 自走砲と 240mm 多連装ロケットを送ったと報じています。また、ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、この方面の指揮所を訪れ、7ヶ月半の作戦期間の間に、ロシア軍の損失が10万8000人で、そのうち5万5000人が死亡、2万2000人以上が回復不能であったと発表し、940人以上のロシア兵が捕虜となったことを明らかにしました。さて、戦況図では、そのうち、ゲオレフカの南西のスジャ検問所では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が撤退し、検問所で、ロシア軍が旗を掲げて奪還を主張していて、光ファイバードローンで、この通りの様子を撮影して公開しました。映像では、これまでの地上戦で遺棄された多数の車両が確認でき、ウクライナ軍がこの付近から撤退したことが確認できます。戦況図では、ウクライナ国境までロシア軍が奪還したとして更新しました。面積は7平方キロになります。一方、ゲオレフカの集落では、ロシア軍の砲撃が確認されることから、ウクライナ軍の存在が確認できます。それ以外は、戦況図に影響のある情報はなく、ウクライナ軍は、ロシア軍の攻勢意欲を利用して戦力を削っている状態となっています。ベルゴロド方面。この方面では、ウクライナ軍が限定的な攻撃を行い、ロシア軍の戦力を削っています。ウクライナ軍は沈黙を続ける一方、ロシアンの軍事ブロガーは29の装甲車に乗った200人のウクライナ兵がデミドフカとプリレシエで戦っていると伝えています。一方、ウクライナ空軍はロシアン軍の補給線上にあるグラフォフカとナデジェフカにある2つの橋を破壊し、指揮命令系統と補給を困難にしたと発表しました。戦況図では情報が乏しく、変更はありませんが、確認できる情報では、国境から13キロ離れたバリロフ付近で、ロシア軍の多連装ロケットの車列が破壊された情報があります。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは2回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍により撃退され、戦況図に影響のある情報はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で4回、スバトベクレミンナ戦は14回、シベルスク周辺では11回、チャシフヤール方面では4回、トレツクの方向は20回攻撃を行いました。スバトベクレミンナ戦。この方面で、ロシア軍は、日和見的な攻撃を行い、反対に、戦力の低下を見計らって、ウクライナ軍が反撃を行いました。1番目。
スバトベの西にあるツェレニーハイの郊外では、ウクライナ軍が反撃し、ルジアンを後退させました。その後奪われた陣地に砲撃を行っていることから判明しました。この場所は1月17日にルジアンが占領したところですが、再度ウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は3平方キロになります。2番目。反対にドネツク・ルハンスク州境にあるノベでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが郊外を前進し、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第60機械化旅団のもので、地図の塹壕にいる3人のルジアンを観察しているところとなっています。戦況図では、この場所の手前までをルジアンが前進したとして更新しました。面積は12平方キロになります。この付近には重要な町がなく、ウクライナ軍の防衛が手薄になっている可能性があります。ルジアンは、その北のカテリニフカの方向にも攻撃を仕掛けている情報があり、にわかに気の抜けない展開となっています。トレツク方面。この方面では激しい市街戦となっていて、市街地ではウクライナ軍が反撃し、ルジアンは突発的な前進を試みています。1番目。市街地中心部にあるスタジアムの西側では、位置情報付きの映像によると、ここ数日ウクライナ軍のドローンが地図の場所にいるルジアンを観察していて、この場所が最前線となっています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第42機械化旅団のもので、地図の家の中までお邪魔してルジアンを観察しているところとなっています。この付近は、10日前には、ルジアンが勢力を広げていたところですが、補給の問題や部隊の損耗などが出て弱体化したと考えられます。ここ数日のウクライナ軍の砲撃やドローンの位置から考えると、ここより北東側の市街地にはルジアンたちが観察されないことから、戦況図ではルジアンの占領地を500メートル縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。2番目。一方、南側の集落では、接近した市街戦となっていて、位置情報付きの映像によると、ルジアンが対戦車ミサイルで家を破壊しているところがあり、この場所が係争地内にあることが確認できます。ご覧いただいているのは、ルジアン側の偵察ドローンの映像で、こちらでは14歳以下の良い子のお子様もご覧になれるように、あまり強いものは出せませんが、地図の場所の様子となっています。戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では88回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で41回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、接触線全体に攻撃を仕掛け、ウクライナ軍は、ルジアンの支配地に切り込んで孤立させようとしていますが、ルジアンも、兵士の数に物を言わせて攻勢を仕掛けています。1番目。ポクロフスクの南東にあるリシフカでは、再び、ルジアンが正面突撃で集落に侵入してきました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のブラックモーメント部隊のもので、地図の場所に忍び込んできたルジアンを観察しているところとなっています。この攻撃は撃退され、今のところは戦況図に変更はありません。2番目。映像などはありませんが、ウクライナ軍のトレフボフ報道官によると、西側正面の不特定の場所では、ルジアンが40台のバイクで攻撃を仕掛けてきましたが、ウクライナ軍が撃退した情報があります。3番目。また、場所は不明ですが、ポクロフスク方面の不特定な場所では、天候が回復したことにより、ルジアンが電動スクーターを使い突撃を行いました。ただ、遅れてやってきたルジアンは、ハンドルから手が滑り、うまくカーブを曲がることができませんでした。これらを含めて、この方面では、戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンの攻撃回数は多いものの、前進にはつながっていません。
コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。これらの方面では陣地戦に移行していますが、ルシアン軍が時折陣地から出て攻撃を行っています。そのうち、コスティアンティノピル南東郊外の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の戦車とルシアン軍の戦車が1対1で対峙し、ウクライナ軍が勝利した情報があります。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、地図の場所の様子となっていますが、このように有名な映像になりそうなものは、YouTube 様の AI に引っかかる可能性があり、編集していないものはいつもの場所に掲載しておきますので、年度末の疲れをスカッとしたい方はご覧ください。この場所は、1月下旬にルジアンが前進したところですが、戦況図では、ルシアン軍の占領地を縮小させ、係争地の拡大として更新しました。後方地域。ウクライナ軍の主要情報総局 GUR は映像を公開し、クリミア半島でドローンを使ってルシアン軍をボコボコにやっつけました。その中にはタグボートのヒョードル・ウリュピンが含まれていることが明らかとなりました。これらのドローンは水上ドローンから分離して飛行したと考えられ、ルシアン軍はこのような作戦に全く対応できていないと考えられます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは11回攻撃を行いました。カミアンスケ方面。この方面では連日お伝えするようにルシアンの攻撃が活発に行われるようになりました。そのうちシェルバキーでは位置情報付きの映像によるとルジアンが機械化攻撃を行っていて集落の中心部に到達しました。ルシアン軍の撮影した映像ではどういうわけかウクライナ軍の車両がルシアン軍の車両に道を譲るところが確認できます。この攻撃は継続中と考えられ、戦況図では係争地の拡大として更新しました。その他、ルシアン軍の前線では結核が流行しています。モスクワタイムズが陸軍病院で兵士にインタビューしたところ、この病院には結核の兵士が1000人いて、順番待ちで過密状態になっているとのことです。そのため、病院で飲酒した者は、結核があっても叩き出される措置が講じられ、毎日数人が病院から追い出されています。また、兵士によると、ウクライナ占領地では結核が流行し、すでに3人に1人は結核にかかっているとのことです。結核が増える背景には、前線の衛生状態が悪いことのほか、結核になった者は、兵役が禁止されている条項があり、兵士はこぞって結核になろうとしているとのことです。結核は通常であれば早期発見、早期治療で治せる病気ですが、放っておくと咳などで結核菌が飛び散って蔓延し、肺以外の臓器に広がり死亡する場合があります。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。